大分の佐伯というところのだいたい 2.5 キロぐらいのフグを使います。豊後水道ですね。であとあえて一部長崎の匠水産っていうところの養殖をあえて食べ比べていただきます。おおいいですね。かなりレベル高いんで。あ、そうですか。はい。これ皆さん今日は普通の回じゃないですからね。これだから動画見た人もなんかこういうのやってくれるんじゃないかみたいに来られて困っちゃうんですよね。まあ頼まれれば。日本料理屋さんだけどフグの回。初めてのは食べログのお料理のメニューの感じが公式メニューっていう感じですか？僕通常メニュー食べたことないじゃん。あ、でも嫁の両親連れてきたりとか、あれは普通の回ですか？そうですね。あれって普通なの？いや、あと一番最初にいらした。あ、そうです。あれ普通ですか？あれめっちゃ普通。普通ですかあれ？はい。奥さんのご両親連れてくるってね、あんだけのラインナップあって。だから嫁の両親もこれが正解なのかどうか分からずに食べてます。でも美味しいって言ってました。なんかよくわかんないけどうまいみたいな。じゃあリーダー行きます。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。有田焼でございます。オープンキッチンじゃないから。はいはい、あ、そうなんです。そうなんですよね。こっちなの？いやなんかたまにここで切ったりとかしてくれるんですけど、基本いないんですよね。はい、基本いないですよ。カリフラワーをフグだしでじっくり炊きまして、はい、それを裏ごして生姜のあんをかけております。で上にも揚げたカリフラワー乗っかってます。めっちゃいい香りだよ。うまっ。うまいね。やっぱフグ屋さんのフグコースってよくできてますよね。そうですか。はい。でも毎回同じですよね。まあそうですね。言っちゃなんですけど。そこに一石を投じれるのは。フグ屋さんなんで高いんですかね、金額が。まあだから免許代もあるかもしれないですね。はい。大将その免許も。そうですね。はい。はい。でもまあフグ屋じゃないんで、まあ免許代は今日乗っけてないんですけど。よかった。じゃあその分飲ませてもらいます。よろしくお願いします。はい、飲ませてもらいます。フグってワイン合いますよね、白ワイン。合います。めちゃくちゃ合います。フグ全身でございます。身、縁側、皮、遠江、白子、そして残った部分でお出汁を取って自然に固まった煮こごりを上に乗せております。ですね、フグって皮が3層になってまして、身についてる薄皮と外側のゼラチン質の皮の間の部分でめちゃめちゃうまい。これ遠江って要は身と皮の間なんで身皮で遠江。シャレなんですよ。豊臣秀吉時代の。大将のろし上げるだけあるね。フグ業界に。一石を投じるって。いや、これすごいっすね。すごいっすよ。全部入ってますから。旨味爆弾。大食いよ。大食いよ。すごいな。あ、フグの唐揚げです。あ、もうはい、これ。うわ、これはこれはそうなかなか。
フグはここ初めて。あ、文語水道。 1週間、天然1週間、天然中華。はい。天然4日、養殖4日です。おお、色が。あ、天然じゃん、養殖。養殖長崎、五島列島です。五島列島。はい。あこんな回絶対ないです。あ。ないな。フグって大体みんな2、3日しか寝かせないんですけど、全然1週間、2週間ぐらいいけると思うんですよ。でも身はちょっとダルダルになってくる。まあそうですね。養殖で4日って寝かせてる方ですか？だと思います。熱いね。もうこれフグの厚さじゃねえよ。そうですね。もうやっぱ寝かせないと厚切りできないんで。そうだね。だからちょっとやわくなるからうん。熱くないとこの食感。そうですね。みんな薄作りしますけど、あれはやっぱ、なんですかね、その薄く切るのが美徳みたいな感じなんです。それもありますし、結構ポン酢で味するんで、ポン酢が絡みやすいっあ、なるほど。ていう。やっぱ京都の尾形さんとか、あの辺がやっぱ厚切りし始めて、ああ、確かに。さすがだなと思います。うん。フグをそのまま味わっていただくために、はいシンプルにお作りにしました。美味しそう。左からですね、はい左7日、はいで順に4日で一番右が養殖の4日で、塩がピンク色のが沖縄の八ヶ地島の塩で、右側が男鹿半島の藻塩で、一応ポン酢も用意してます。はい。ここでも一番熟成からそうですね、熟成が7日からいったらいいんじゃないですか。はい、そうだね。一番はい3日で違うね。違う。やっぱ全然張りがあるね。7日と4日じゃなんか養殖、何この食感。もう養殖行ったの、早くねもう養殖行ってるの。でもやっぱ食感がなんかまだ天然に比べると弱い、あ儚あ、そうですね。い儚さがありますね。楽しいね。でもこれ酔っ払ったら分かんないかもしれない。酔っ払わなんでよ。あなた酔っ払うと全部わかんないから知らんほうがリゾットですよね。いや、そうですねいやでも、いやそうっすね、片米卵おじやでございます。はい、そうリゾットですね、それは。片米卵おじやです。日本語にしてましたね。あ、下に身があるんだ。身も入ってます。そうですね、崩してこういうことをしてくれるんだ。そこに一石を投じれれば。いや、ほんと片米だ。いや、いいアルデンテ。ちゃんと芯残って。これがリゾットですよ。いや、うんまっ。いや、今日のすごいね。神回。神回だね。白子はこの皮がうまいですからね。そうだね。皮美味しい。なんか福岡に行ったの？行きました爆笑1個さんまた香りが。はい、こちらもうフグの食べ方で最ももったいない食べ方とされているタンドリーフグでございます。どういうこと？どういうこと？はい、で、手前のレモンはこちらそんなに酸っぱくない品種なんでかぶりついてください。はい。あ、このパン。食べればいい。あ、パクッと食べてパンもいいです。パンはまあ別にコロナビールみたいな。パンが美味しい。パンは残ったなんかタレみたいなの。はい。いや、これは。だからこれ錯覚しますよ、鳥と。あ、これ鳥じゃないんだ。鳥じゃないですよ。フグですよ。胸肉。カニカトカニカトも。そこに一石を投じれれば。超いいだこれ。胸肉。
洗濯機売ってる鶏の胸肉、多分フグ業界が怒られるやつですよね、これね。逆張りもいいと思うんですよ。油がないので、そうそう油ないですねそうそうそうすごいですよね、フグって旨味だけでこれ出してきますから。今の時期だからできるわ。いつでもできると思います。なんなら夏の方が身はうまいです。あ、そうですね、白子がないですもんね。白子美味しいこのワインもだからすごい美味しくあ、そうですね、これはいいです。今の時期は白子がうまいですね。そうですね、身今一は番いい時ですね。2月が一番いいかなっていう感じですね。ラーメンだからスピーディーですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、フグラーメンでございます。すげえ優しいね。野菜。フグと野菜。さっきのラーメンの出汁ってあの甘みって野菜の甘みなんですか？そうですね。白菜と金時人参、あとネギです。ああ、じゃあ旨味はフグからの旨味なんですか？ああ、それでできるんだ。それしか俺も仲間入れて。あと薄口醤油。これもオリジナルですよね。オリジナル自家製の。このスタイルで出てくることねえ、本当ですよ。で最後の甘味でございます。定番でお出ししているクリームチーズプリン。今日は福岡のあまおう。うわ新しいフグの見せ方をしていただきまして、いや本当にありがとうございます。本当にここでしか食えないもんな。いや感動した。タンドリはあれはそうですね。あれはアナーキーですね。あれはちょっとフグ職人怒っちゃいます。怒りますね完全に。なんか一匹丸々フグ使ったあれとかあれってなんでやんないんですかね、どこでも。そうですよね。あれ結構あれうまいっすいいと思うんですよね。食べ方として。美味しかったです。ありがとうございます。確かにでもあれやっちゃうと、なんか他の料理が作れなくなる。全部入っちゃう。コース構成あ、なるほど。そうあ、そっかそっかそっか。そのフグ屋さんの場合は。結局この部位を使ってこの部位を使ってこれをやっちゃうとここに。まあ経済効率。そうだからそうじゃあもう一匹仕入れるかっつったらもう今度は金額倍になる。合わないですね。まあそうですよね。だから今日だけっていうのは実は一番もったいないんですよね。仕入れ的に。そうだからめちゃめちゃ美味しい。ぜひ皆さん普通の会に来てください。普通の。普通って何かなと思うけど。いやでもいつものここのもうご飯が白米、鳥取の白米ですね。吉厚米っていうのはあれがめちゃくちゃうまいんですよ。吉厚だから俺いつかその白米のコースやってほしいんですよ。でつまみを20種類ぐらいわかんないけど、それ面白いですよね。それも考えてるんですちょっと。あ、いいですね。それはあれですね。やっぱ得意ですね。もう絶対いいじゃない全部得意っていうからちょっと白米の会ぜひちょっといやぜひそうっすはねいやぜひお願いします。こちらこ10月11月そそうですね、そのぐらいですか。ああ新米の。はい、新米の時期に